3回目です。この結んであるやつ。広瀬みどりさんのホワイトマウンテンを編んでます。この糸で。ずっと日本に去年帰った時に買ったものです。すごく色が綺麗に出てるんじゃないかなと思います。これでちょうど1玉分終わりました。で、暗い色なので、昼間でも、これちょっと前に買ったんですけど、首からかけるライト。これがないと、すごく見えづらいです。
裾を、バインダーオフしてません。伸びたら、丈は今ちょうどいいんですけど、まだ水通ししてないので、もし長くなったら短くしたいなと思って。袖はこんな感じ。ホワイトマウンテンが3つ目になるので、ちょっと今まで編んだのをご紹介したいと思います。一番最初に編んだのがこのハイネックで編んだ、これはシルクが入った、なんでしょう、毛糸がチェーンみたいになってる毛糸ですね。ですごく柔らかくて気持ちがいいです。でこれが水通ししたらですね、長くなってしまいました。編んだ時はすごくちょうどいいというか、私好みの丈だったんですけども、この多分チェーンの編んである毛糸がですね、伸びやすいって聞いたことがあったので、その時はもう本当に初心者というか、毛糸のこと何もそんなに知らなかったので、柔らかいと色が綺麗とかね、そういうので選んだ毛糸だったので、ちょっとね、いずれは短くしたいなと思ってるんですが、まあ今のところはこんな感じです。とっても気に入っています。で、この2番目に編んだのがですね、これは古着屋さんで売っていたセーターをほどいて作りました。で、この古着屋さんで買ったセーターがちょっとボーダーみたいな柄になってたんですけど、そのボーダーごとに糸の本数よりが違ったんですね。3本と4本になってて、これはどっちだったか忘れたんですが、まあその1種類だけでしか3本か4本かどっちかでしか編んでないので、ギリギリまで編んでこのぐらいという感じです。丈が思ったよりも短いんですが、もう毛糸がなくなってしまったので、これでっていう感じです。これがですね、ウールとアクリルの毛糸だったんですけども、ウールとアクリルとモヘアで、結構重いです。こっちは本当に軽いです。軽くて、あとタートルネックなんですけど、柔らかいので全然全くチクチクしません。こっちもそんなにチクチクするほどではありません。で、今ずっと編んでたのがこれです。これがですね、思ったよりもすごく時間がかかりました。なんでかというと、この糸がですね、はい、この糸、ギークです。だるまさんのギーク。これがですね、去年の夏買ってて、もう色がとても気に入ったので、まあ買った時にね、このホワイトマウンテンを編んだ後だったので、これだったら編めるかなと思って、その分の着分を買ったつもりでしたが、2玉と、あとこのぐらい余りました。このギークの糸がですね、ウールとポリエステルとアルパカ、これだけを見て買ったんですね。大体そうだと思うんですけど、そしたらこの見えますかね、この中に真ん中の明るい青の部分がアクリルなんです。芯の糸がポリエステルなので全く伸びません。これは想定外で、編んでるうちにですね、手が痛くなってきて、なかなか進みませんでした。ねえ、ちょっとこれびっくりしました。すごく気に入って買った糸で、編みながらもう嫌だって思いながら編んだセーターです。で、もう一つ
極めつけに、一玉に結び目が最低でも2つありました。使った6玉。ちょっとね、外れを引いたんでしょうか。それともそれが普通なんでしょうか、ギークの糸。ただ、何回も言いますが、色は気に入っています。あとこういう中の芯の色が明るい色だったり、とてもね、面白い考え方だと思います。面白い糸だと思います。ね、だからこの糸嫌いになりたくないんですが、ちょっと編むのは嫌です。なんとかしてください。